地球連邦軍の試作機ダブルゼータガンダムと同時期に開発された可変 MS、TMS。ダブルゼータガンダムと同じく機体を3機の航空機として分離・運用することが可能で、各種オプションパーツを追加・換装した複数の形態を持つ制御系に特殊な人工知能を搭載しており、無人機としての運用も可能とされている。アルファ任務部隊に配属された両ルーツがメインパイロットを務め、連邦軍を離反した者たちで結成された敵勢力ニューリサイズと戦う。アナハイムエレクトロニクス A 社がゼータ計画における究極のガンダムを目指して開発した第4世代 MS に分類される機体。開発当初のコードネームはイオタガンダム、ダブルゼータガンダムと同時開発された機体である。S ガンダムにはかつての RX78 と同様にコアグロックシステムが導入され、同システムの搭載によって各パーツが熱核反応炉とコクピットを持ち、分離しての行動が可能な A パーツ上半身、B パーツ下半身、C パーツコアグロックで構成されている。またムーバブルフレームは可変合体式であることに加え、自由度、フレーム数ともに通常の人型 MS の2倍以上という高度な構造を採用し、計画当初より各部のユニット化によってミッションに応じて幅広いオプションが選択可能になっている。その一方、機体のユニット化の進化と引き換えに構造は複雑化し、設計の困難さと高額化を招いている。また複雑な並走システムや追加デバイスの完成を行うため MS の無人化を最終目標とするアリスが搭載されており、戦闘時の高度な状況判断能力や搭乗者への助言、自動戦闘や自立行動さえも可能としている。 S ガンダムは4機が製作され、そのうち1機がアルファ任務部隊に編入されたほか、ラサ近郊のネパール地区、当時地球連邦軍の本部が置かれていたに配備された EXS ガンダムの存在が知られている。A 社では S ガンダム4機と一部計画を除いたオプションが数セット分製作された。ペーパープランも含めた数多くのバリエーションがあり、プランナンバー100番台はノーマル仕様、200番台は ESST、300番台が BST、400番台は100から300番台のいずれにも属さないプランとされていた。機体構造、熱核反応炉 A、B、C の各パーツに推進用の熱核反応エンジンを備える。うち A、B パーツのものは MS を動かすためのジェネレーターを兼ねており、両肩、両すねに1機ずつ計4機を搭載。これのダメージによって戦闘中に全てのジェネレーターが同時に損傷を受けることはなく、肩ブロックとすねは強制排除することも可能である。またジェネレーターは余裕を持たせているため、4機中2機を失っても戦闘を継続可能である。スタビレーター、機体背部中央には大型スタビレーターが設置されており、ファンバックの際に使用される。このテールスタビレーターは G クルーザーや A パーツの飛行形態において主となるため、ゼータプラスのものに比べて複雑化している。テールスタビレーター内部の容積はプロペラントが多数を占め、その他には主としてのセンサーや電子機器が積載されている。また A パーツの両肩部にそれぞれ吊り下げられた主翼もサブスタビレーターとして機能し、細かい姿勢制御に使用される。コアグロックシステム RX78 で採用されたコアグロックシステムは量産型の RGM79 においてはコスト切り詰めのために省略されたが、カプセル脱出式のリニアシートでは熱核反応炉の爆発から逃れられないことが多く、 MS の可変や複雑化から搭載されたコンピュータが高騰したことを受け、再びコアブロックシステムが脚光を浴びた。 A 社ではダブルゼータガンダムにおいても同システムを導入したが、これは A パーツのパイロットを登場させた場合脱出が困難になる問題を持っていた。 S ガンダムでは MS 状態では A、B、C パーツのコクピットが1箇所に集まり固定される方式をとった。異常時には排除され A、B、C 担当のパイロットを安全圏に脱出可能としている。熱核ジェットロケットエンジンを導入しており、大気圏内飛行も可能である。パイロットが失神した場合であっても母艦または基地に帰還する無人 MS 構想の試験機でもあった。S ガンダムでは
メインコンピュータにアリスを採用したことから、当初からの要求性能として充実した脱出システムが必要とされた。コクピット内には全周囲モニターを備え、パイロットは機体カメラが捕捉した映像をコンピュータが再構成した CG 映像を見る。また試験的にアームレーカーが導入されている。アリスアドバンストロッジスティック&インコンセクエンスコグナイジングイクイプメント発展型論理非論理認識装置の頭文字を取って名付けられた S ガンダムの制御 AI の名前である。 MS の無人化のためのテストベッドとして開発されたものの、強化人間の方が安価で効果が高かった上、人間のパイロットが無用化することで既得権益を失うことを恐れた連邦軍の一部勢力の圧力などにより研究は凍結された。開発者のルーツ博士は研究中の爆発事故により殉職しているが、これも反対派の妨害工作が疑われている。その名が示すように、論理では説明ができない不可思議な感情をパイロットから学習することで、戦闘の状況を自律的に判断する能力を獲得し、最終的には本機の複雑な機体システムを単独で完全に制御する能力を持つよう設計されている。さらには一定レベルの人格すら備えていたが、稼働には大容量のコンピュータシステムが必要であり、機体が分離した状態では機能しない。その教育のため、常識では計り知れない不条理な男という基準で選定された男たちが集められ、チェシャ猫のコードネームで呼ばれていた。その集められた者たちの中に、ルーツ博士の息子であり、後の専任パイロットである両ルーツがいた。また、シンクリプトラゴのアズ部隊パイロットも含まれていたが、彼らにはアリスの存在は知らされず、あくまで新型 MS のテストパイロットとされていた。アルファ任務部隊に実戦配備された機体では、アリスは封印されていたはずだったが、主任技術者キャロルの偽装により、実際は稼働しており、しばしば戦闘中に両から機体の制御を奪っている。月面でブレイブコットの狩るガンダム MK5 に勝利し、最終決戦ではゾディアックを撃破しているが、この際に A、B パーツのユニットを失ったことで通常の学習型コンピュータに戻っている。武装東部インコム優先式の純サイコミオールレンジ攻撃用兵器、出力は 3.8 メガワット。オーガスタ研究所から漏洩した資料によって開発された。3回のビーム射撃を行うとエネルギーを補給するために本体へ戻る。5ビームカノン出力12メガワット。ムーバブルフレームによってバックパックと接続されており、方針はある程度の自由度を持つ。比較的コストパフォーマンスが高く、同武装がパズにも搭載されている。ただし S ガンダムのものはパズと異なり、照準はコンピュータが行うため命中精度が大幅に向上している。発電衛星を攻撃する際に使用され、標的を破壊した大隊部ビームカノン出力14メガワット。ゼータプラスに装備されたものの改良型であり、通常のビームライフルに比べて有効射程、命中精度の点で向上している。このユニット自体が機体本体とムーバブルフレームで接続されており、射角が広い。ビームスマートガンを装備する際は、この装備の代わりに大隊部のムーバブルフレームを使用する。ビームスマートガン出力56メガワット。 S ガンダムのオプション兵装。大隊部ビームカノンの代わりに右側にスマートガン本体、左側にエネルギー供給ユニットをマウントし、これらを機体の前方で結合して射撃姿勢をとる。ムーバブルフレームを介した MS 本体からエネルギーを併用することで、通常のビームライフルよりも高出力のビームを発射可能。エネルギーキャップ式をとっており、メガバズーカランチャーほどの威力はないものの、取り回しに優れる。方針の先端にメガ粒子変更器が取り付けられているため、ビームの命中率を向上させることが可能となっている。ゼータプラスのディスクレドームをセットしたタイプや、方針の冷却器を大容量にした連射装備仕様も存在する。バルカン 4×4 60mm 炸裂弾を使用。近接防御時の固定武装である。テールスタビレーターバルカン ×4 用途によってテールスタビレーターにバルカンを内蔵したモデルに換装可能。ビームサーベル出力 0.9 メガワット。膝部のアンバック機体制御装置を兼ねたビームサーベルボックスユニットに格納される。マーカーペレットガン蛍光塗料を詰めたペレットを圧搾空気で打ち出す。模擬戦闘用銃器 S ガンダムの他にネロトレーナーなども用いている。チャンネル登録、高評価お願いします。